日はコナー・マクレガーについて MMA 史上一番バブルが弾けたお金が動いた試合なんじゃないかなっていう。悪口半端ねーみたいな今度ディスられるかもしれないです。お前足の小指でお前みたいな。周りをディスったらそれ許さねえ。俺のことディスったらもっと許さねえぞみたいな。Welcome to リンヤマンチャンネル。中村リンヤです。今日は本当はね UFC303 で久々に試合するはずだったコナー・マクレガーについてですね、やっぱみんな大好きだし、フェザーとライトで、2階級を制覇も達成してますし、なんせフェザーの王者になった時は9年無敗のジョゼ・アルドを瞬殺してのチャンピオンだったんで、MMA 史上一番バブルが弾けたお金が動いた試合なんじゃないかなっていうぐらいのことをした選手なんで、僕もねそんな大好きって感じじゃないんで、そんな喋れるかわかんないけど、分析じゃないけど紹介しつつどういう選手か見ていきたいなと思いますね。リンヤ選手から見て、コナー・マクレガーに対するまず印象ってどんな印象ですか？どんなファイターみたいな。かっこいい、ダンディー、研ぎ澄まされてる、集中力高い、うわ落ち着いてる、回転蹴りすげえ、動き滑らか、うわでも軸すげえ、うわ悪口半端ねーみたいななるほど。ですね。今、結構いろんなことをおっしゃられたんですけど、リンヤさんから見てコナー・マクレガーの一番の強みっていうのはどういうとこなんですか？戦いにおいて。正確、精度の高さですかね。その性格。そっちですね。あと、とにかく圧力をかけて、相手をいっぱいいっぱいな気持ちにさせて、そこの初動を掴むのがうまいなっていう。いろんなことを試合前から言ってイライラを引き出したりだとか、マクレガーに対する憎しみっていうのを持たせて、持たせ続けて、最後その場でリングに上がって殴れるよどうぞみたいな、ところまで持ってった時のそこに合わせる初動とかがやばいなっていう。空間支配力、これだ、この一言ですね。空間支配力がすごい。その場を自分のものにする、その場にある空気とか。戦略家なんですか？トラッシュトークも含め、作戦だったりするんですか？わかんないですけど、本心は。リンヤさんから見て、例えば相手を熱くさせて、それを狙ってる。そうですね。最初は今まで通りの盛り上げるために熱くさせてるようなファイターなのかなとか、注目されるためにいろんなことやってんだなって思ったんですけど、試合の様子を見てると、どうやらおっとみたいな、罠かけてたなこれみたいな、イライラさせてたのはみたいな、いって相手もっつってもう今殴らせてぐらいのところまで持ってく感じも我慢できない。早くあの顔殴りてってずっと思わせるみたいな、本人のことバカにして聞かないようだったら奥さんのことバカにしてみたりだとか、家族のことバカにしてみたりだとか、ヌルマゴの時は国や宗教までバカにしたんで最後とんでもないことになっちゃったんですけど、やっぱ人間って言われ続けたらいつかもうってなるじゃないですか。ジョゼ・アルドとの試合決まって記者会見がツアーで世界各地で行われてた時に、一発目の会見ではジョゼ・アルドはもう全然また吠えてるわみたいな、負け犬がみたいな感じだったんですけど、途中からもう目の色変わってこいつ殺してやれみたいな気持ちになってましたよね。それでっつって上がった時にマクレガーの顔はめっちゃ落ち着いてるんですよ。もう腹立たないですかお前みたいな。自分より冷静なんですよ。とか言ってたやつがいざ殴れればみたいな揺さぶりかけてますよね。だからあのタイトルマッチも13秒とかですけど、最初にバーって 2,3 歩走ってマクレガーが真ん中取るんですよ。9年間無敗のチャンピオンに対して。それがチャンピオンにとって何を意味するかっていう、支配されたこの場をってまずで、ちょっとそれで出ようとしたら関節蹴りで一回止めるわけですよ。真ん中譲らねえよみたいな。でもこんな顔っすよ。超冷静なんで。でもうジョゼ・アルド雑にちょっとなっていくじゃないですか。1秒でも早く殴りたいからそこ合わせたみたいな試合がバーンって一気に跳ねてチャンピオンになって。なるほ
僕はその時はそういうことまでしてるなっていうふうには思ってなかったんですけど、はい、トレーニングの動画とかで、はい、移動ポータルっていうそのアニマルフローとかムーブメントの達人みたいな人のところで物と気を合わせるような練習してたりだとか、対人でのこのフローのカポエーラみたいな動きをやってたりだとか、結構その人の体の動きとかそういうとこも深く見てやってんだな、あれは偶然じゃなかったんだなと思って、5年前ぐらい、はい、マクレガーのドキュメンタリーがネットフリックスで出て、あれ結構みんなモチベーション確かもらってたような。格闘家にとって、はい、すごいやっぱ葛藤もしてるんですよね、そこ行くまでに、6週前に大事な膝怪我したりだとか、出るか出ないかみたいなところもギリギリのところでやっぱ出るみたいな、はい、死ぬ気になって作ってる姿とかを見て、はいはい、ああすげえわみたいな、あれ上がりますよね、格闘家だったらテンション。ああ上がりますね。でも上がりました。あ、マジっすか。いや上がるっすよ、格闘関係なく。全然ね、売れないそうですそうです、ないところからどんどんサクセスストーリーみたいな生活保護もらってて、はい、で練習場所もなんかね、ちっちゃいところで練習パートナーも1人しかいなくて毎日2人でずっと殴り合ってたみたいなところからですもんね。はい、その環境を信じて、今や大スターですからね。やっぱね、あんだけお金持ったら、いや無理っすね。戦いのクオリティとか強さのクオリティっていうのを上げていくっていうのは、やっぱ生活保護から来て夢叶っちゃってますからね。彼はなんで今それでも戦ってるのかっていうのはやっぱ僕にとってすごい気になってるとこなんですけど、書いてあるのかな、1回目ネットフリックスで映画みたいなのが出て、2時間ぐらいの、はい、でその後なんかドラマみたいな感じで45分ぐらいで5,6 話ぐらい出たじゃないですか。そっちは僕見てないんでわかんないですけど、だからなんでまだ戦うんだろうっていう、だからファンが求めるからっていうことだけなのかな、そんな性格でもないような気もするし、でも彼はそのネットフリックスの中で格闘技はメンタルが 100% だって口にしてるみたいですからね。やっぱそういう揺さぶりもかけて意識を、自分はいろんな広い視野の中で相手をこう狭くさせていくっていうところの勝負を持ちかけた第一人者だなみたいな。なるほど、はい、最後に聞いておきたいんですけど、コナー・マクレガーといえばなんかトラッシュトークっていう、イメージがあるんですけど、はい、コナー・マクレガーのトラッシュトークがどうとかではなく、はい、トラッシュトークに対する考え方を最後ちょっとリンヤさんに伺いたいと思うんですけども、はい、今日本でもそういった、なんだろうな、動きっていうものを皆さんされているじゃないですか。そんな印象ですか？なんか私はそういう風に感じますけど、違いますか？ちょっと違うな、全部カットでお願いします。そうですね。必要なんですかあれっていう。いや必要ではないでしょ。本当にその格闘技の世界って、最初ファイトマネーはもう数万円とか、そういうところから始まって、だからやっぱ周りの人に支えてもらってやっとできることなんで、なるほど、本来は何かを守るために必要だから戦ってきたわけですけど、僕らって別に戦わなくても美味しいご飯もあるし、戦わなくても家族幸せにしようと思えばできるし、戦わなくてもお金を稼げるじゃないですか。じゃあなんで戦うのっていうところが僕が一番大事にしてるところで、その理由を明確に持ってたら、ちょっと待って、いやでもね、トラッシュトークは必要ではないですよ、やっぱ。でも一方でそういうことをやられている選手たちの主張としては、それをすることによって、やっぱりファンも注目が集まって、興行自体の盛り上がりにもつながっていくじゃん。でそういうことをしなければ注目もされずにひっそりと試合だけ行われてみたいな側面もまたあったりもする。それは、僕は本気の思いのぶつかり合い、だったら面白いなって思うんですよ。本気の思いのぶつかり合い、意見の違い。なるほど。だからスーパーライジンで言ったら扇久保さんが、お前便所掃除しろっつってしなかったよな。あれ本気で多分、そういうことをして強くなる。人間そういうところに愛を持って接することで人間として強くなる。みたいな意味も含まれて本気で多分言ってるなって僕は捉えてるんです。で新竜選手に対して、いや今の時代
おかしいだろみたいな。なんで俺にばっかみたいな。それもそれで本気の思いじゃないですか。はい、俺にばっかみたいな。そういうのは別にトラッシュトークじゃないとは思いますけど、でも必然的にこう因縁というか、はい、が生まれてるわけじゃないですか。確かに。そういう中でだったら僕は乗れるんですけど、じゃあ戦いようよって。その中でお互い分かることがあるじゃないって思うんですけど、パフォーマンス。そう。パフォーマンスだなとか、そういうのがすごい見て取れちゃうんで、僕特にそうなのかもしれないですけど、目先に、注目してほしいとか、お金が欲しい。どうしようどうしよう。で、一番最初に思いつくのは、そうだ、相手に喧嘩売って、ここで喧嘩すればみんな盛り上がるじゃんっていう。一番簡単な方法ですよ。試合を盛り上げるのに。で、じゃあどうやってディスろうかなって。過去の発言洗おうかなとか、なんかいろいろね、そう戦略立てるなら、面白くていいかもしれない。そこのやっぱ頭とか才能回るのはやっぱコーナー・マクレガーであったりとか、今平本選手。まあ今はあんまやってないのかなって思いますけど。確かにそうですね。そういう選手たちだなと思ってて。僕あんま乗れないっすよね。そうですよね。ただ UFC って全く知らない文化の人たちじゃないですか。だからアフリカの人たちそういう角度でディスったらどういうリアクションになるんだろうとか、どういうところがこう怒りのポイントなんだろうとか、っていうの視点で見るのはなんか面白いっちゃ面白い。学びになる。でも私はそんなニーヤさんが好きですよ。乗れないっすよ。はい。本当ですか。そういうのをしないスタンスのニーヤマンは素敵だと思いますよ。どうなんすかね。でもまあいらないでしょだって思いの違いがあればいいんだけど、わざわざ作り出す必要はないと。UFC はこういろんな国の文化が混ざってるんで、カルチャーも違いすぎるんで、お前のあの発言何なんだよとか、お前のあの行動と SNS 何なんで気持ち悪いなとか、当たり前としてやってることの違いがありすぎるんで、そこのなんか突っ込み合いみたいなのとか面白いなって思いますけど、心の底から思ってないでこう売ってるのが多いんで、まああんま乗れないなっていう。でそこにSNS なんでいろんな人がそこの喧嘩に乗れるわけじゃないですか。プロレス的な要素もちょっと入ってるのかなと思いますけどね、そこには。そうやってファンと一緒に盛り上げていくみたいな形にもまあ一個ありなのかなと思いますけどね。新しい形ができつつありますけど、本気の思いじゃないのは分かりますよ。やっぱトラッシュトークとかね、僕も見ないようにしてるんで。そうなんですか。結構ね SNS 見てたら流れトラッシュトークだと思ったらスッてやるんで、ちょっと分かんねえけど、やっぱユーモアも含んでたりとか、たまにね面白い形で消化されたなっていうのもあるんで、全部なしとは思わないけど、思いが本気であればいいなとは僕は思います。本気でムカついてんだったらそれを隠す必要はないと思うし、僕は今のところそういう相手がいないっていうだけですかね。気持ちいい相手が多いし、戦ったら礼儀あるし、また頑張りますって言えるような相手で、お互いの存在がお互いを強くしてくれる、対戦相手ってそういう存在なんで、ありがとうって言い合える関係性が僕は好き。格闘技やってて、そうですよね。今後もそういうスタンスでいきつつ、まあでも僕だって周りをディスられたら分かんないですからね。僕自身をディスったらもっと許さないかもしれないしわかんないですよ。だからまあわからないですよね。わからないですけど、そういうのはちょっとやめてほしいですね。そういうのしないで。自分はいいけど周りは許さないっていうスタンスもありですけど、斉藤先生が言ってた通り、周りをディスったらそれ許さねえ。俺のことディスったらもっと許さねえぞ。っていう形は本来そういうものでいいんじゃないかなって思いますけどね。思いのほか長くトラッシュトークについて長くなっちゃったですね。でもマクレガーの代名詞ですからね。でも面白いです。ただやっぱ精度と合わせる、相手の動きに合わせるのはすごいやっぱ達人ですよ。そうですよね。ただずっと同じスタイルで勝てる舞台じゃないんで UFC はスタイルチェンジをし続けないといけない舞台なので、よほどねこれっていうのがあればいいですけど、だからマクレガーもやっぱ研究されてボクシングスタイルに変えたりだとか、それはそれでカーフが今度当たるようになっちゃってとか試行錯誤してる感はあるとは思いますけど、今回足の小指の怪我で欠場なんで、あれみたいな、あの時のドキュメンタリーのマクレガーちょっといないんじゃないみたいな
だからまあ今度ディスられるかもしれないです。お前足の小指でお前みたいなそこに対してこうギャーンって絶対マクレガー行くんで、はい楽しみっすよね。そうですね。はい。試合についてね語るっていうボリュームめっちゃ減っちゃいましたけど、はい、以上がねコナー・マクレガーなのかとか、いろいろちょっと考えて喋ってみました。他の選手で深掘りしたいとかあればコメント欄にまあね、はい書いていただいて、はい、そうですね。いいですね。はい、いいですね。アーセンとか。あはい、ぜひお願いします。皆さんご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。マクレガーウォークやっております。やっときますか。簡単ですよ、マクレガ通るだけでうん、もうマクレガーウォーク。はーみたいな。このマクレガーのこの何でも吐く感じ。めっちゃいい。